こんにちは。今回はいちごケーキのドリンクホルダーを編んでいきます。上下にクリームもつけてみました。本体の白いホルダー部分は細編みの増減なしでカップに沿って自然に上に広がる編み方で編んでいきます。いちごはずっと前に編んだガマ口のいちごの編み方で編んでいきます。よかったら編んでみてください。今回はこちらの糸で編んでいきます。ベースのところはこちらセリアさんのきらめきコットンのカラーナンバー6番で、使用かぎ針は3号から5号になっています。いちごは浜中さんのピッコロを使用します。色番は5番と48番で、かぎ針は4号になっています。今回は5号と6号で編んでいきます。では下のところの1周を鎖編み48目で編んでいきます。鎖編みの目数は編み目が少し伸びるのも考えて、編みたい長さの1センチくらい短い目数で編むとちょうどよかったです。このカップのこの辺りの1周は約22センチなので、作り目の鎖編みを1センチくらい短い21センチにして編みました。で、1段目から1、2、3、4と4段目までは5号で編みます。そして次の5、6、7、この3段分は増し目をしないで1号大きい6号で編んで、カップに沿って上の方が大きくなるように編んでいきます。そして最後まで編んだら、次のクリームのところは一模様が2目なので、ここの作り目の鎖編みのところは偶数で編んでいきます。いちごを入れるところはこんな感じで均等に入れてもいいですし、この辺りに2つとか3つで入れたり、お好きな感じで入れてみてください。で、このいちごを編み入れるところは2段目で細編みの筋編みを編んで、その筋を拾って5段目でいちごを編んでいきます。今回は1周が48目なので、1模様6目か1模様8目で均等にできますので、今回は1模様6目で入れていこうと思います。1模様6目ということは5目細編みを編んで6目目にいちごか、その逆でもいいですね。では下から編んでいきます。まず5号で作り目の鎖編みを編んでいきます。最初の作り目を作って、ここから鎖編みを1、2、3では48目で約21センチ編んできました。では次1段目ですね。ここで輪にして編んでいってもいいんですけども、今回は簡単にこのまま1段編んで最後につないでいこうと思います。では1段目ですね。細編みなので、まず鎖1つで立ち上がります。そしたら針から数えて1、2、2つ目の鎖目の下1本、ここに針を入れて上の2本すくって編んでいきます。2つ目の鎖の下半目に針を入れて細編み、ここは初めの細編みなので頭にマーカーをつけておきます。そしたら2つ目の鎖の下半目に針を入れて2つ目、また次ですね、1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。
では端まで48目編んできました。さっきより1センチ増えて約22センチになっています。では端まで編んだら、編み地がねじれないように最初の細編みを持ってきます。そしてここにつないでいきます。最初の細編みの頭に針を入れて、そして引き抜いて引き締めておきます。これでつながりました。下の鎖編みのつながってないところは後でとじ針でつなぎますね。では2段目は後で1号編み入れるところを細編みの筋編みを入れながら編んでいきます。今回は1周が48目なので1模様6目で1号が8個になりますね。細編み5目、筋編み1目の繰り返しで編んでいこうと思います。で、ここのつなぎ目の前後は細編みを続いて編みたいので、最初をちょっとずらして、最初の1、2、3、ここは細編み、そして4つ目で筋編み、ぐるっと1周編んで、最後1、2と細編みで、ここのつなぎ目のところも細編みを1、2、3、4、5という感じで編んでいこうと思います。では2段目ですね。最初は細編み3つ、そして筋編みですね。まず鎖1つで立ち上がったら、最初の細編みの頭に針を入れて、細編み。必要な方は頭にマーカーをつけておいてください。そしたら次の細編みの頭に針を入れて、2つ目。次の細編みの頭に針を入れて、3つ目。そしたら次が筋編みですね。この頭の向こうの1本拾って編んでいきます。頭の向こうの1本ですね。ここに針を入れて細編みを編んでいきます。細編みの筋編みですね。残った1本が筋になって残ってますね。ここに後で1号を編みつけていきます。そしたら次は細編み5目筋編みですね。次の細編みの頭に針を入れて、ここから1、次のところに2、3、4、5。5目編んだら次の6目目ですね。ここで筋編みを編んでいきます。頭の2本の向こうの1本に針を入れて、細編み、筋編みですね。そしたらまた次から5目編んで筋編みを編んでいきます。1、2、3、4、5。そして6目目で筋編みですね。向こうの1本に針を入れて、細編み。こんな感じでぐるっと編んでいきます。ではぐるっと編んできました。最後の筋編みを編んだら、あと細編みが1、2と2目残っています。ここに細編みを2つ編んでいきます。これで1周ですね。1周編んだら毎回最初の細編みの頭に引き抜きます。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めます。これで2段目が完成ですね。では次の3段目と4段目は普通に頭を拾って増減なしで細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら最初の細編みの頭に針を入れてここから増減なく編んでいきます。
こちらの1つ目のところに必要な方はマーカーをつけておいてください。今3段目まで編んできたんですけども、この辺でカップを入れてみて、で、編み目が上すぎたり下すぎたりしないで、ちょうどいいところに来るか確認して、もし必要な場合は、最初の作り目の鎖編みを偶数で調整して編んでみてください。では4段編んできました。カップに入れるとこんな感じです。では5段目から6号に変えて、1号を入れながら増減なしで編んでいきます。1号はこちらの糸で編んでいきます。ではここの2段目の筋編みの筋のところを拾って、4つ目のところで1号を編んでいきます。なので最初の1、2、3、ここは普通に細編みを1目ずつ編んで、で4つ目でここに1号を編んでいきます。では5段目ですね。最初の1、2、3、ここは細編みですね。で、3目目のところで次のいちごの糸に変えていきます。まず鎖1つで立ち上がります。足元の1つ目のところから編んでいきます。1つ目、次のところに2つ目、で3つ目のところですね。頭に針を入れて糸を持ってきます。ここで次のいちごの糸を持ってきます。そしたらこの状態で最初の作り目を少し大きめに作って、でこのループで引き抜いて糸を変えておきます。では今ここが3目目ですね。で次のところがいちごの1目分になりますので、その次のところ、ここにマーカーをつけておきます。ここからいちごを編んでいきます。いちごはここの筋を拾って長編み4目のパプコン編みでまず編んでいきます。針に糸をかけて筋を下から拾って糸を持ってきます。少し長めに持ってきます。そして2本ずつ引き抜いて長編み、また針に糸をかけて同じところに針を入れて糸を同じぐらい持ってきて2つ目の長編み、あと2つですね。3つ目、4つ目、4つ編んだら今度はヘタを編んでいきます。このループがほどけないように少し引き伸ばします。そしたら一番初めの長編みの頭に針を入れて針をループに戻します。そしたら次のヘタの糸を持ってきて、この糸で引き抜きます。そしてここからヘタを編んでいきます。ヘタは長編みと長編みの間の隙間に3箇所ですね。針を入れて糸を持ってきて、細編みの3目一度で編んでいきます。まず1つ目と2つ目の長編みの間の隙間に針を入れます。そして糸を持ってきます。少し引き伸ばしておきます。次の隙間に針を入れて、同じように糸を持ってきます。また次の隙間に針を入れて、糸を持ってきます。そしてかけて一気に全部引き抜きます。こんな感じですね。そしたら今度は元の白い糸を持ってきて、でこの糸で鎖を1つ編んでおきます。こんな感じですね。ここでいちごの糸をカットします。そしたら
今度は続いてこのマーカーのところから細編みを5目編んでいきます。1号は1目分なので1目飛ばした次のところですね。ここからこの白い糸がたるまないように少し引っ張って、そして糸を持ってきて1つ目の細編み、こんな感じですね。2、3、4で、次の5目目でまたいちごの糸を持ってきます。ここまで編んだら次のいちごの糸ですね。この状態で最初の作り目を作ります。そしてこのループで引き抜いて糸を変えておきます。そしたらこの次のところですね。次がいちご1目分なので、その次ですね。ここにまたマーカーをつけておきます。そしていちごを編んでいきます。針に糸をかけて筋を下から拾ってさっきと同じように編んでいきます。糸を持ってきて長編み、あと3つ編んでいきます。2つ目、3つ目、4つ目。4つ編んだらほどけないように少し引き伸ばします。そして1つ目の長編みの頭に針を入れて、針をループに戻します。そして次はヘタの糸ですね。ヘタの糸を持ってきて、この糸で引き抜きます。そして隙間に針を入れて細編みの3目一度ですね、編んでいきます。隙間に針を入れて1、次の隙間に針を入れて2、次の隙間に針を入れて3、そして全部引き抜いて3目一度ですね。こんな感じですね。そしたら次は白い糸ですね。白い糸を持ってきて、そこで鎖を編んでおきます。そしてまたいちごの糸はここでカットして細編みを編んでいきます。このマーカーのところですね。ここからまた5目ですね。ここに針を入れて糸がたるまないように引っ張って細編み、2、3、4、そして5目でまたいちごの糸ですね。こんな感じで編んでいってください。裏はこんな感じですね。では最後のいちごを編んで細編みを1、2と1周編んできました。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。
では最初の糸端のところも下をつないでおきます。最後の細編みの足元のここの1本に針を入れて、元のところに針を入れてつないでおきます。あとは裏の方で糸始末をしておきます。では糸始末をしていちごの段が完成しました。では次の6段目と7段目も6号針で増減なく編んでいきます。6段目ですね。鎖1つで立ち上がります。足元から1、2、3と細編みをまず3目編んでいきます。1、2、ここが3目ですね。3、そしたら次、いちごのところですね。ここのヘタの部分が集まっている、ここの上の鎖目ですね。ヘタの色のところですね。ここの2本のところに針を入れて、ここで細編みを1つ、いちごの分ですね。そしたら次から1、2、3、4、5と5目編んでいきます。次ですね。ここから1、2、3、4、5。そして6目目がいちごのところですね。ヘタの糸が集まっている、ここの上の鎖目のところですね。ここに針を入れて、いちごの分の鎖ですね。細編みですね。そしたら次から1、2、3、4、5とまた5目ですね。ここがちょっとこんな感じで編んでいきます。では最後のいちごの上のところまで編んできました。そしたら細編みがあと1、2と2目残ってますね。ここに編んでいきます。1、2。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では7段目ですね。鎖1つで立ち上がったら足元から増減なく細編みを1周編んでいきます。では7段目も編んできました。次は上下にクリームを編んでいきます。裏から編んでいきますので、ここで一旦糸をカットします。そして引き抜いておきます。ここまでで約3センチになっています。裏にすると、表から見るとクリームの上の線がきれいに出るので、裏にして編んでいきます。ここから5号に変えてクリームを編んでいきます。まず下のクリームから編んでいきます。では適当なところの1本に針を入れて、糸を持ってきて、ここから編んでいきます。ループを少し伸ばして、同じところに針を入れて、1、2、そして右の1本残して引き抜いて、かけて2本引き抜きます。そしたら次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。また伸ばして
同じように編んでいきます。2、引き抜いて、引き抜いて、次を飛ばした次のところに針を入れて、引き抜きます。こんな感じで同じように編んでいきます。では一周編んできました。そしたら一つ飛ばしたここですね。最初の玉編みが入っているところ、ここに針を入れて引き抜きます。カットして引き抜きます。では上のクリームを編んでいきます。ではくるっと裏にして適当なところの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきてここから編んでいきます。クリームは中長編み2目の変わり玉編みで編んでいきます。このループをほんの少し引き伸ばします。針に糸をかけて、引き抜いたところですね。足元の目に針を入れて糸を持ってきます。未完成の中長編みですね。もう一度編んでいきます。針に糸をかけて、足元の同じところに針を入れて糸を持ってきます。2回ですね。そしたら右の1本を残して引き抜きます。そして糸をかけて2本とも引き抜きます。中長編み2目の変わり玉編みですね。玉編みが編めたら次を飛ばした次、ここに針を入れて引き抜きます。これを繰り返し編んでいきます。糸を少し引き伸ばします。針に糸をかけて、今引き抜いた足元のところに針を入れて、1、2、2回持ってきたらかけて、右の1本だけ残して引き抜いて、針に糸をかけて2本とも引き抜きます。そして次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。表から見るとこんな感じのクリームですね。ここの上のところが綺麗な線になっています。こんな感じで続いて編んでいきます。1、2、かけて1本だけ残して、そして全部引き抜きます。そして次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。では一周編んできました。最後ここに引き抜いたら、ここに細編みが1つ残っています。ここの引き抜いたところに最後のクリームを編んでいきます。最後のクリームを編んだら、次の細編みを飛ばした次ですね。最初のクリームのところ、次の細編みの次ですね。この細編みの頭、ここに針を入れて引き抜きます。続いてここから持ち手を編んでいきます。ではここから持ち手を編んでいきますので、編み地をここでペタンと半分に折って、このクリームの数を数えて、今回は12個、向こうも12個のところ、ここですね。ここに印のマーカーをつけておいてください。では持ち手を編んでいきます。まず鎖を2つ編んでいきます。1、2、2つ編んだら編み地を裏にして、今度はこちらを見て編んでいきます。針に糸をかけたら、足元のここのクリームの糸がたくさん集まっているここのスペースですね。
ここに針を入れて長編みを1つ編んでいきます。糸を持ってきて長編み、長編みを編んだら上のところを指で押さえます。そしてまた鎖を2目編んでいきます。1、2、2つ編んだら針に糸をかけて、今指で押さえている1つ目の鎖のすぐ下のところ、ここですね。ここの2本のところに針を入れて、また長編みを1つ編んでいきます。長編み、この繰り返しで編んでいきます。ここの編み地の上のところを押さえて、1、2、かけて、押さえているところのここの2本に針を入れて、長編み、1、2、鎖の1つ目のすぐ下のところですね。ここに針を入れて、長編み。こんな感じでお好きな長さまで編んでいってください。では、約33センチ編んできました。そしたら、ねじれがないようにして、ここの反対側のところにつけていきます。反対側のここのマーカーのところにつないでいきます。クリームとクリームの間のところですね。ここに針を入れて引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、ここで糸をカットして引き抜きます。持ち手のところはしっかり糸始末をしておきます。糸をカットしたら、ここも手芸ボンドで固めておきます。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。